1986年、人類は150万本のバカゲーの炎に包まれた。ついに大御所が登場だ。圧倒的経済効果をもたらした伝説のソフトが登場。ゆっくり実況。始まるよ。メリディーロ、ゲーム万歳。東映アニメーションの長靴を履いた猫に東映漫画祭りにふるさとの映画館を思い出す紳士淑女の皆様こんばんは。いや、おはようかもしれません。むしろ、こんにちはなのかもしれないです。何をブツブツ言ってんだ。本日皆様にご紹介するゲームはこちら。ファミコン版北斗の拳。ファミコン版の北斗の拳は、1986年8月10日ファミリーコンピューター専用ソフトとして発売。開発は任天堂ハードの北斗の拳といえばの省エシステム。本ソフト150万本を売り上げ定価ベースなら経済効果は約75億円という化け物ソフト。任天堂へのライセンス、集英社などへのライセンス、販売元である東映映画の取り分を考えたとしても、数十億は手にしたであろう省エシステム。残念ながら1999年11月に倒産。まさに北斗の拳のごとく滅亡したわけですが、しかし北斗は永遠に輝くということで、数々の YouTuber を虜にしてきたゲーム。確かに擦られまくっているタイトルではあるが、虜にしたとはまたベクトルが別な気が。そんなこんなでいろんな意味で金字塔となった世紀末救世主伝説ゲームを、やりたくなるような魅力をプレゼンさせていただきます。そんなプレゼンを男性では高級品の、水をごくごく飲みながらお楽しみください。また水か。皆様本日はファミコン版北斗の拳をご紹介するお時間をいただき大変ありがとうございます。皆様に本ゲームのいいところをしっかりお伝えしつつやりたいと思っていただけるよう、全力を尽くして本作品を紹介させていただきます。本日、担当させていただきますメリジーと申します。伝説のクソゲーだな。さあやりたくさせられるものならさせてみろ。このゲームを簡潔に表現するなら、面白そうなことを全盛りにした盛り付けに失敗したお子様ランチ、という表現になります。どういうことだ。本ゲーム、おそらく初期コンセプトは、ケンシロウが主役の横スクロールアクション、各ステージに原作の主要な強敵が待ち受けていて、ストーリーを追体験できるゲーム、こんな感じだったんでしょう。よくある感じだな。北斗の拳を題材としたらオーソドックスなコンセプトね。しかし、それでは本作、平凡なゲームを脱却できない。そうだもっと子供たちが楽しめるアイデアを詰め込もう。まさに北斗の拳のテーマである愛。こんなにたくさんの愛が詰め込まれています。なんか超大作のゲームみたいになってきた。北斗神拳らしく敵がアベシと叫んで爆発する演出。自分がケンシロウになれる気分が味わえる。ケンシロウがどんどんパワーアップする仕組みを盛り込もう。子供が好きそう。敵は爆発するだけじゃないぞ遥か彼方に飛んでいく演出。ケンシロウのパワーを表現するぜ。ボス戦では奥義を炸裂させて盛り上げるぞ。原作ファンにはたまらない要素よね。北斗神拳といえば北斗七星。一定条件で北斗七星を空に輝かしてケンシロウをサポート。世界観が損なわれないナイスアイデアだな。単純なアクションゲームでは子供たちもすぐに飽きてしまう。少年少女の5000円は高価だから長く遊べる要素も盛り込まなければ。そうだ道中を迷路にして謎解き要素も盛り込もう。クラスで友達と謎解きの話題で盛り上がるわね。やっぱり難易度もそれなりに高く設定して、攻略法を確立した子供たちが自慢できるようにしてあげよう。難しいゲームを攻略できるのは子供の勲章だもんな。少ない容量、ファミコンという制約ながらもたくさんの要素、いや開発者の情熱が詰め込まれた。そう考えるとすごいゲームに思えてきたぞ。まさに開発者の熱量がカードリッジに詰め込まれたゲームじゃないか。その結果、バカゲーになってしまった。なんでだー。どうしてこうなったー。これこそが盛り付けに失敗したという表現につながるわけです。海鮮丼の上にハンバーグを乗せてケチャップライスにプリンを乗せて旗を立てた。そんな感じのお子様ランチになってしまったのが本作。とんでもないバカゲーお子様ランチだ。一つずつ丁寧に盛り付けていれば神ゲーとなっていたものを、開発期間が短かったのか、予算がなかったのか、とにかく盛るだけ持ってみた。そして誕生したのが150万本もの大ヒットになってしまった情熱バカゲーです。まさしくバカゲーの誉れ。そして忘れてはならない点がもう一つあります。なんだ？このゲームにはジャギが出てきます。やはりファミコン北斗より優れた、セガ北斗など存在しないと言わんばかりに、ジャギが出てくる本ゲームは神ゲーと言っていいでしょう。ビバジャギ。さてさて私だけの意見ではなく広く意見が聞きたいと思っている方々に、視聴者様のコメントを見ていただきましょう。ジジイだけじゃ信用できないからな。世間一般の評価が気になるわね。北斗ゲーに当たりなしの大元。150万本も売れてしまったがゆえに、北斗ゲーイコールクソゲーの原点になったソフトだと個人的に思う。FC と SF シートで7作出てるけどその全てがダメという現実。まさに7つのキス。最終的にプレイヤーの怒りの矛先が輪に向くゲーム。持ち感もケンシロウもやられた時足バタバタさせてかっ飛んでいくの好き。
FC 版とセガ版との落差を、面白おかしく解説していただくご投稿を多大に期待しております。完成度だけがゲームの評価ではない、それは中毒性ひどいゲームなのになぜかやりたくなる理由はよくわからないが面白い、それが FC 北斗。未だにサウザーの放つあれが唾の前に見える。あんなの北斗の拳のタイトルじゃなかったら買ってなかったわ。なんというか今思うとバカゲーって感じかな。クソゲーではなくバカゲーだ。でも楽しかったと思います。これ、やられた陣に、逆列足しながら吹っ飛んでくやつですか？攻略本の中の制作者インタビュー記事見て、制作者が、真空な鶏扱い説明書では、跳ね返すと100点と書かれているんですけど、ただ跳ね返せたんじゃ面白くないんで、やめました。ごめんね。とコメントしている。迷路要素がいらんかった。神ゲーだと思っていた笑い閉じ。ボス倒すのに一定の手順踏まなくてよい。手だけでマーク3版よりはマシ。ファミコンで初めてケンシロウを操作して敵をバクマルなぜか深夜サウザーまでもできたのは感動ものでした。北斗あるところに乱世あり。元い北斗あるところにクソゲーあり。ステージを進めるごとに降ってくる狂気の雨あられあれを全てかわすのは至難の技。北斗あるところに照英ありクソゲー黄金タップや。どうでしょうか？クソ、バカゲーのコメントの中にちらほらある神ゲーコメント。少年少女たちの思い出に深く刻まれたゲームであることは確かだな。まさにケンシロウの北斗七星の傷のように胸に深く刻まれたゲームなんだね。あの頃の筋肉マン、北斗の拳の人気は異常だったからな。全盛期はドラゴンボールよりも上だった気がするぞ。それでは皆さんアンケートの結果を見てみましょう。ドレミファドン。明らかにクソゲーが多いな。これは神ゲー指数がどうなっているのか気になるな。それでは神ゲー指数を見てみましょう。神ゲー指数はアンケートの得票率にこのような係数をかけて数値化したものになります。ファミコン版北斗の拳の神ゲー指数は、この刺身を作ったなマイナス 50.0 ポイント。ぐおー、これは随分低い点数が出た。マイナス50以下はクソゲー判定。情熱的なクソゲー、いやバカゲーってことだな。ということで、こちらファミコン版北斗の拳、世間一般の評価はクソゲーと認定でフィニッシュとさせていただきます。メリジー個人の見解と老後のゲームコレクションに加えるか、動画の最後で発表しておりますので最後まで動画をお付き合いいただければと思います。ここまでのプレゼンでこのゲームがやりたくなってきたまたやりてえなと思った人は、高評価よろしくお願いします。それではゆっくり実況をやっていきます。あまりの難易度にジジイ発狂。お前のカセットは何色だ？そんなゆっくり実況になっております。超絶プレイを期待していて下手プレイには興味がないという方は、お互いのためにもブラウザバックを推奨します。それでは皆さんもゆっくり。ゆっくりしていってね。それでは始めていくぞい。当時150万本売れたソフトではあったものの、わしの周囲でこのゲームを保有しておる人がおらんでな。今回初見じゃ。わしの周囲はこのキャラを見て、空手家を感じ取っていたのかもしれん。恐るべしクソゲー危機管理能力であるとしか言いようがない。昭和の小中学生にとって5000円は大金だからね。大切なお金をクソゲーで流出してなるものかという野生の勘みたいなのが、働いたか。操作方法は本ゲーム発売の2週間ほど前に発売になった。名作と言われるセガマーク3版の北斗の拳同様。ボタンでパンチとキック、十字キーで移動、ジャンプ、しゃがむだな。名作と同じなら名作だな。やったわね。おめえら何言ってんだ？掛布くんのジャンプ天国が名作か？あ、いや、名作じゃないです。わかればよろしい。まず本作、パワーアップ要素であるアゲシ。これを最初のステージで全て集めておく必要がある。最初からフルパワーなのか。このゲーム、難易度がどう超えて高すぎ新作なのじゃ。ほうほう。途中でのんびりパワーアップとかやっていられない。後半は被弾覚悟ながらも、なるべく被弾しないゲームになる。ちょっと何を言っているのかわからない。後でわかる。そしてやられるとパワーアップ解除。貧弱ケンシロウとなって復活。真にユリアを奪われる前のキャッパを服してた頃のダメシロウ時代に逆戻り。このようなパワーアップ要素があるんじゃが、初期状態だとジャンプ中に蹴りすらままならぬダメっぷり。おめえよく伝承者になれたもんだって言われ。最終段階の反乱はわかるにしても、わかるのかよ。リンバット素直かってなんよ。バットはともかくリンは連載当初から素直だったぞ。まあ、これも本作の問題点でよく挙げられるポイントなんじゃがな。昭和のゲームっちゅうのは容量が少ない割には長時間遊ばせる創意工夫が、たくさん盛り込まれたアイデアの宝石箱じゃったんじゃよ。簡単にクリアってダサくって印象の時代だもんね。プレイ時間こそがゲームの優劣を決定するバロメーター。でも容量の都合でステージ増やせない。そうだ難しくしたれって感じの簡単な方程式。そこで盛り込まれた迷路要素。迷路要素か。数マリのクッパ城とかでループとかもあったしな。しかし、これが盛り付けが雑。あ、出た盛り付け話。実装したけど初見だと難しすぎて投げ出しちゃう子供も多そうだ。よしリンとバットが正解の入り口を教えるようにしよう。お、それは優しい世界。時々入り口の前で亡霊のように浮かび上がるやつか。そうしたら今度は簡単になりすぎたんだろうな。
答え教えたら迷路の意味なくね。セアリンとバットは時々間違えることにしよう。なんでそうなるんだ。その話は変な建増しの建築物を思い出すな。そんなこんなでリンとバットは嘘のルートを教えることに。そうしたらそうしたでリンとバットは無視で結局覚えていかよってなって。だったら最強の時だけ素直にしようって。めちゃくちゃすぎるな。そんな話をしている間に早くもステージ1のボスハート様。原作と同様腹20発の蹴りを当てると、死亡の鎧が剥がれて月でとどめ。はい、出ました北斗重波山。これにてステージ1クリアやったぜ。どんどん行きましょうステージ2。ケンさんのパワーアップ状態はステージも持ち越せるので安心安心。ステージにはシンが待ち受けるステージ。早くもシンが登場か。ユリアを連れ去った男。ステージ2から敵の攻撃が苛烈を極めてきます。このゲームは別視強化完了後、サウザーもびっくりの、雑魚からは基本逃げるのみ。しかぬこびぬ帰り見ぬじゃないのかよ。あれは聖帝の特権。凡人たる我々には成し得ないよ。でも基本的にはってどういうこと？ああ、それは北斗神拳伝承者として、避けられぬ得点調整の戦いが、得点調整の戦い。お助けアイテムの北斗七星の出現条件が、特定の場所に到達した際、得点の線の位が偶数というのがあってな。今あったの？矢印の場所にあったのじゃよ。わからなかった。この北斗七星の効果がランダムと言われ、あれすぎだろそれ。あれそれうるせえな。効果は2種類。一つは体力全回復。これが当たり。もう一つは、残機アップ。おいいじゃない。いやこれが大外れ。先にも言ったが本作。やられるとパワーアップ解除。こうなると復活したとて絶望しかない。2週間後に発見された時と同じ。なんつう例えだ。道中理不尽な酒芸を強要されているのに補給がワンナップして、マラソンでドリンク補給しようと思ったら、代わりのやつ連れてきたから倒れるまで走れと言われたのと同義。となんじゃかんじゃ言ってたら新登場。なんじゃかんじゃ。真の必殺技発動は？ひたすら殴る。君が泣くまで殴るのをやめない。あ、泣いた。北斗逆烈剣たまげたな。ちょっと爆散しちゃったじゃないの。悪党には自決すら生ぬるい。原作追体験はどこへ？やってきましたステージ3。真の爆散にショックを隠せない奇形騎士の皆様方。気を取り直してください。このステージはジャギ様が登場です。おついにジャギが登場か。それにしてもケンシロウの体力が。ここの北斗七星ポイントはボスの直前。さすがジャギ様。ステージ構成にも抜かりはねえぜ。走行している間にかなり減ったな。敵の攻撃が激しすぎて、身を削りながら進んでいく。ひたすらジャンプ。まさか北斗の剣がジャンプアクションだったとはたまげたな。正解の扉はどこなの？教えてリン。そこらしいぞ。最強状態だから素直なのか。そしてここら辺で得点調整開始。仕方なく倒すモードか。線の位が偶数になった。オッケー。無益な殺傷はしないのが北斗神拳。あとはずんどこ進むのみ。かなり体力がやばいな。世紀末乱世は本当に危険じゃな。入れた。なかなか到達せんな。ジャギ目姑息なやつだ。ここは飛び道具のところだな。とにかく華麗に避ける。華麗というか、必死だ。そりゃそうよ。体力カツカツ状態。飛び道具だったら西真空波を使えばいいじゃん。そんな伝承者みたいなことはできん。伝承者だろ。ちまちま避けて爽快感がない。よしパパ北斗千手会見頼んじゃうぞ、とか言ってるの。もう見てらんない。世紀末ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねえか。女子供は、突っ込んでろ。はいやっと来ました北斗七星。体力バッチリ回復でジャギ俺の名を言ってみろ。ジャギには通覚むき出しの先栄光。これまた発動条件が少しおかしく、空中蹴り4回ヒット後日常でつき。仲良く兄弟でダンスしているみたいだな。ジャギ兄さん子供の頃を思い出すよ。あはははそのハリー太陽兄さん。ジャギ兄さん子供の頃から含みハリが好きだったもんね。だから先栄光で言ってね。ああジャギ無残。貴様には地獄すら生ぬるい。そうしてやってきましたステージ4。聖帝十字領と言われ。サウザーだ。聖帝サウザー様だ。そう聖帝サウザーと言われであれ。ちょっとこの世界線のサウザー様はピラミッド作りすぎた感じはありますが。ピラミッドだらけだな。あいうえに人は苦しまねばならぬあいうえに人は悲しまねばならぬ。ピラミッドだけあればいい。おっさん。愛深き男であった。千正夫と同じほくろを持つ男。ちなみにイチゴ味はまだ未読。ぜひとも読みたい。ステージ4ともなると敵の攻撃は本格的に本格派。飛び道具と模擬感が大量発生。治安が悪すぎだろ聖帝サウザー。ここで北斗神拳使用に、模擬感3人旅発動。なんじゃそれ。雑魚敵の出現上限が3人というシステムの盲点、いや飛行をついた非容疑よ。ほんとだ模擬感3人組がケンシロウの後ろをついてくるだけで、新たな敵が出現しない。微妙な距離の調整が難しく失敗するとこうなる。いよいよやってきましたサウザー。背景がどう見てもファミコン版旧約女神転生にしか見えないあれ。作品的にはこちらの方が先なので、メガテンがパクったと言える。さてサウザー戦の必殺奥義といえば、
北東上猛将派。痛みを与えぬ愛の剣。直前に時折継承した銃の剣。愛などいらぬサウザーに、あえて愛の拳で迎え撃つ。剣さんの性格の悪さが伺い知れる一幕です。いや解釈がひどい。発動条件ですが、邪気とは弱の、空中で月3発を当てた後に、地上で蹴り、この空中でパンチが非常に厳しい。謎の肩の運動をやっているからね。肩のストレッチで真空派を飛ばす男。間合いを測りながらすれ違いざまに拳を叩き込む。原作ってこんな戦いだったっけ？こんな戦いじゃない。こんな戦いだったら人気出ないよ。縄跳びのお嬢さんお入んなさいを思い出させるプレイ感。今だ。当たったわね。これで3発当てたので、蹴り。おい、爆散させてどうする？右上の拳じゃなかったのかよ。おしさん、すらさせない非常な男。性格悪いだろ？で、最終ステージやってきました。もう、ここまで来ると敵の攻撃がすごいとかのレベルを超えます。なんか飛び道具だけじゃなくて、人が飛び交っている。人間って飛び道具だったんだなぁ、たまげたなぁ。恐るべしラオウ軍。ここまでも人が飛び交ってましたが、ラオウ軍のそれは異常。このステージはサポートしてくれる北斗七星もなく、ラオウの覇気に当てられ、リンバットも嘘をつきます。もはや地獄です。ここでようやく地奥義3人旅発動。しかし意図的に発動させる余裕はなくなっております。ここで正解の扉、まだ輪も正直です。次の扉は移動後のすぐ横。慌てず騒がず行きましょう。とんでもなくセンスの悪いネオン街みたいな場所に出てきました。一面ネオンだな。世紀末というよりバスエ感がすごいわね。モヒカンが呼び込みに見えるな。剣さんふらりと立ち寄ったキャバクラですが、そこはモヒカンだらけのぼったくり。呼び込みの幼女も好きあらばぼったくろうとしていると言われ、そんな幼女に呼び止められて2軒目にふらりと立ち寄る剣さん。全く成長していない。俺の安住のキャバクラはどこなのか？半裸でキャバクラはしごするな。キャバクラに安住はないぞ。とにかく最終ステージの長さは異常。とにかくひたすら攻撃を受け続ける。走行してようやく最後の場所まで。この先は分岐なし。最後まで行けば剣王ラオウ。伊勢の里の化粧回しでも有名に。本当に我が生涯に一遍の悔いなしな短命横綱に。久々の日本人横綱はテンション上がったもんよ。さていよいよ高級キャバ店にご来店の剣様。当店ナンバーワンのラオウとの対決です。ラオウ様はパジュームのファンなのか、上上下下のパピーラブを踊っています。これはユリアへの初恋を思ってのことか。んなバカな。視聴者でパピーラブを知っている人の方が少ないぞ。となんじゃかんじゃ言っている間のラオウ撃破。最後はドドーンと名台詞。ラオウ爆散じゃなくてよかった。ってな具合で感想の感想いきましょう。なんというか、クソゲーでもバカゲーでもないわこれ。あれゲーですわあれゲー。これが150万本も売れたというのは、キャラゲーの凄みを感じます。正直原作も愛も感じるし、ゲームを面白くする気合もあり、当時の価値観の全てだった長時間遊ばせる気骨さもある。ゲームから陶器にも似た情熱が溢れ出てるんですが、どこかで負のベクトルが働いてしまったんだろうな。生地情熱が大きい分、とんでもない方向に光の速さで脱出したゲームだと感じました。ということで老後のゲームコレクションに入れるかと言われたら、ゲームの歴史保存用として入れるでフィニッシュとさせていただきます。まさかの入れる。もう遊ばないけどな。こんなゲームがあったんじゃと後世に伝えるために残しておこう。確かにこのゲームは歴史として残しておきたい気持ちになるな。ゲームに対して真摯に向き合った結果のバカ化だからね。エネルギーがすごい分凄まじい勢いでとんでもない方向に飛んでいった。このケンシロウのように。というわけで今回はここまでじゃ。この動画が楽しかったと思ったら高評価お願いします。もっと見たいと思った人はチャンネル登録もお願いします。このチャンネルでは、どんなゲームでも良いところを見つけて楽しいゲームとして紹介。ゲームを楽しんだ人と共感しながら、老後に楽しみたいゲームの選定と、後世にゲームを伝えるをコンセプトに運営しております。そんな活動を応援してみたいというありがたい人はメンバーシップも覗いていってください。というわけで皆さん、ありがとない。次回予告。次回は1942。シューティング苦手なジジイが1942をやるのか。当時からシューティング苦手じゃったが、なぜか突然覚醒してスイスイクリアしてしまったゲーム。難易度は抑えめだったからね。というわけで次回も乞うご期待。